まず冒頭です。青い風が今、胸のドアを叩いてると。この、シンジの顔の回り込み。これね、すごいんですよ。なんでかっていうと、鳥山明のキャラだったらこれできるんです。なんでかっていうと、鳥山明のキャラクターっていうのは 3D として完全にできてるから。つまり髪の毛とか鼻の位置とかなんとか、全部それが立体としてできてるから、回って当たり前なんですよね。ところが、貞本義行のキャラっていうのは、どちらかというとね、モデラーにとって立体化できるはずなのに悔しいって思わせるキャラなんですね。つまり、あらゆる意味で二次元のデフォルメが効きすぎてるかうますぎるから、三次元にできるはずなのになかなか手が届かないんですね。だから、なんかこれもね、今ね、3D 作画では絶対不可能な、この顔の方向が少しずつ変わるたびに、ベストでかっこいい、なんだろうな、目鼻口の位置に微妙に修正して、綺麗に回っているように見せて、全部これ二次元で描いて、まあ当たり前ですが、二次元で表現しているというところが、すごいんですね。そのオープニングでですね、二次元の漫画的なデフォルメを回転させていながら、まるで三次元に見えるという、まあ作画の奇跡というのをやっています。で、A メロラストの、運命さえまだ知らない、痛いけな瞳の伸ばし棒のところでですね、タンタンタンタタっていうですね、4連、リズムが入りますよね。で、これがですね、超かっこいい。こうなるんですけども、痛いけな瞳、タンタンタンタタになるんですけども、まずはですね、この一つ一つの絵というよりはリズムに注目してください。これ白っぽい絵とですね、色の濃いのがですね、ちゃんと交互に来てるんですね。で、これで、動きあり、動きなし、動きあり、動きややあり、で、なんか表示が変化っていうですね、この方向、縦位置の変化に対してですね、この映像でこれだけが止まってるから、ちょっとこいつが不気味に見える効果があります。で、このね、色変化だけで割とね、リズミカルで、描写がかっこいいんですけども、一つ一つを見てみましょう。タンタンタンタタです。エントリープラグが挿入されるシーンですね。このエントリープラグのですね、コアクランプっていうんだな。ロケットを発射するときにですね、根元で上昇しないように押さえておくような、こういうグリップのことをコアクランプって言うんですけど、このコアクランプが解放される前の状態から解放されて、ゆっくり回転しながらねじり込まれていくところです。これ作画的にめちゃくちゃ難しいです。多分ね、CG でやるとぬるっとしすぎてて、僕ら見逃しちゃうんですけど、これを手の作画で、このゆっくりとプラグが回転しながら入っていくのをやっていくから、この一瞬でおそらく、このタン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 のところでドキッとして目を奪われるんですね。で、その次に、ですね、エントリープラグインテリアと言われるですね、シンジ君が座っている後ろの方にある部分なんですけど、何かが封じ込められているカバーがかかってるんですよね。で、ここだけ止めで白っぽいカットで、おそらくもう不気味な印象っていうのをですね、ちゃんと明らかに出してるんですよ。で、こういう風に出していると。で、次のですね、カットがですね、僕も自分でですね、カット分解してですね、うまいことできてるなと思ったんですけども、これ動力がですね、外部から内部へ切り替わる瞬間です。で、本当にね、1秒ぐらいしか映らないんですけども、この4つのエレメントでできています。一番最初、外部電力です。で、この3つ目になると内部電力に切り替わるんですけども、この中間でですね、一度外部と内部同時に電力が通っている状態がきます。その時はですね、数字がですね、一度88888という全部表示に切り替わるんですね。で、内部電力になった瞬間に5分っていうカウントダウンが始まって動き出すっていう風になってます。一番最初黒いところから一回全表示に変わると。で、次にですね、このストップ、スロー、ノーマル、レーシングって書いてあるのが、最初ノーマルに赤の表示が来てるのがですね、一回全部消えて、次レーシングになってますね。で、これは心臓の鼓動のことでですね、心臓鼓動停止っていうのがもうちゃんと表示であるんです。心臓鼓動停止、遅い、ノーマルスピード。で、レーシングっていうのは心臓がドキドキするという意味の英語です。レーシングになっていると。で、外部から内部へ切り替わってるんですね。で、これ僕らが日常の中で経験することでは、飛行機、旅客機が離陸するときにですね、ポーンって音がして一回電気が一瞬暗くなる瞬間あるじゃないですか。滑走路へ行く前。
あれがですね、飛行機が外から取った電源からですね、内部電源に切り替わった瞬間なんですね。で、大体飛行機でも宇宙船でも全部そうなんですけども、外部電源からですね、ソケットからですね、内部電源に切り替わるときに、一時的に絶対電圧が落ちるか電源が切れるかして、もう一回再起動するんですけども、これのところをちゃんと表しているのが、偉いですよね。電源を切り替えたので、乗っている人間の心拍数が一気に上がったっていうのですね、本当に1秒弱のカットでポンって見せてるんですね。で、ここら辺もですね、その、タンタンタンタタの、3つ目の映像として見せているところがうまい。4つ目です。これね、あんまり評価する人いないんですけどもですね、レバーですね。シンジ君が右手で握ってるレバーを前へスライドさせるだけなんですけども、これアニメメカデザイン史上の僕は革命だと思ってます。これまでのロボットアニメのですね、操作レバーっていうの、僕はね、そういうのマニアだから結構見てるんですけども、大体飛行機とかバイクとか、現実にあるもののですね、応用だったんですね。ところがですね、このレバーは似ているものが何にもないんですよ。少ないパーツ数もすごい少ないです。で、この分割線とかですね、そういうのの曲線で、この複雑な三次元曲線の形っていうのを表してるんですけども、おそらくこのエヴァの、レバーっていうのはですね、その後もあんまり真似する人がいないんですよね。もちろんイメージソースは、ガソリンを入れるものなんですけども、そんなね、複雑な形のものをね、アニメに入れないんですよ、ロボットアニメっていう風なものの、なんか入れ方がかなりですね、面白いです。ロボットアニメの革命だなって思います。で、タンタンタンタタの最後ですね。パワーゲージです。こう下から上に向かって変化していきます。一番最初下赤で、電源が入ってなかったのがボーダーラインがあって、で、どんどんこう入っていくと。これ電源じゃなくて、多分神経接続の、シンクロ率とか表すゲージなんでしょうけれどもですね。これですね。何が僕はエヴァンゲリオンスタイルかっていうことですね。普通にこれまっすぐ撮ってるんじゃないんですね。かなり斜めのパースをつけた映像としてこれを、撮ってます。で、この特徴的なパース、なんでこの普通に真正面から撮ればいいはずのケーキパネルを斜めから撮るのかっていうのがエヴァンゲリオンスタイルなんですね。で、その正体は何かっていうとですね、実は実相似アングルと言われるですね、極端なパースや前に大きいものを置いた実写の撮り方があるんですよ。で、その実写の撮り方をアニメでやるにはどうすればいいのか。アニメも同じように手前に舐め物と言われる。例えば僕の顔を映すときだったら顔に前にこういうふうなものを置いて映せばいいんですけども、それだけだったらですね、なんか真似しただけなんですね。二次元のアニメにおいて実相似アングルやるってことはどういうことかっていうのをやってみると、その庵野秀明たちスタッフがたどり着いた結論が平面のパネルをですね、斜めに極端にパースつける。これもやっぱ僕一大発見だと思います。実はこれもやってる人いないんですよね。で、もともとこういうですね、メーターの使い方っていうのはですね、トップを狙えというアニメのですね、第6話ですね。で、実験的に採用したんです。で、これは第6話のですね、エルトリウムっていうですね、宇宙船の表示なんですけども、バリアーがあって、バスターマシン3号のバリアーがあって、バリアーに宇宙怪獣が突進してきて、バリアーが破られそうだっていうところで、ここに六角形のヘックスと言われるですね、ウォーゲーム、シミュレーションゲームのマスみたいなものが現れて、そこから表示がシューッと垂直に立ってくると。で、これもですね、やっぱ斜めに表示させてるんですけれども、これ、手前に平面にあるんですけど、その奥にさらに斜めにですね、面を作って表示させてます。で、この時のこの斜めの理由っていうのはですね、これはエルトリウムという宇宙船の、すごい進んだ科学を説明するためにですね、ゼリーみたいに、光がゼリーみたいに質量とか体積がある状態なので、光の断面が見えるというふうなことでこういう画面にしてるんですけども、それはトップを狙うやり方だったんですけど、エヴァンゲリオンではですね、これを完全にもうスタイルとして取り入れちゃってるんですね。だから、ものすごくなんか使用頻度が高いし、あと、どこにでも使えると汎用性があるですね、めちゃくちゃうまいやり方になっています。